この後は誰もやんないだろう。おそらく誰もやんない。いらない。世の中でいらないかもしれない。俺が辞めたからって世の中変わんねえな、そこのくらいだろうね。ああ、店がシャッターが降りてなって、そんだけだよ。仕事のやり方を査定するんですよ。はい。これでだいぶ静かになったね。そうですね。さて次は何をやるかな。これがね、お菓子屋さんなんだけど、これを送ってきたんですよ。直してくれってきて、もうぐたぐたでこれ腐っちゃってるから、もう治らないって言いましたらね、じゃあ同じものを2つ作ってください。大体50年ぐらい前。これ自分で作ったの覚えてるから。桜の皮の縫い方とかね、そういうんでみんなわかる。それでこれを作ったわけ。筋にちょっとこう明かり目をつけるとね、ペロッと剥がれちゃう。それがこの山桜の皮でね、これもあの時代はそーっといただいてきた。とりあえずこれを使ってこうなってると、ほんとこうほらつながってるでしょ。でこうなってる。
これでボンドが乾けばこれはおしまいですね。この段差が網の段差。これで網を張る段階が出来上がったんです。昔はこういう網でしたよっていうんで真鍮の網を張るか、こういうみたいな網のがいいかね、分かりやすくって。ステンレスが入ったんでね、ほとんど入れ替わりになっちゃったんだけど、それまでは真鍮と鉄網だけだった。この辺でいいかな。太鼓と同じだよね。これが腫れてくるといい音になってくる。ほんであとは張り込んじゃだけ。真鍮だからこのラシャバサミで切れちゃう。輪わさびで切れちゃうよね。普通の紙を切るハサミで。はい、今度おしまいです。鉄網があって、そのうちにこの合金の真鍮になって、でもね、これも塩気にはとっても弱いから、ドカーンと6章が出て穴が開いちゃうんだからね。それが結局はステンレスと変わるタイミングだったよね。昔はこういう大きい輪っかを使ったあれがいっぱいでいろいろあったんですよ。注文があってね。そういう時代じゃなくなっちゃったから、
もうレストランから蕎麦屋さんからみんな衛生管理が厳しいからね、木製竹製のものはみんな使わないようになってる。だから多分その頃から古いってものは使わなくなったし、あとはその例えば農薬を買っても農業用の何買ってもそれに付随してついてきちゃったりするわけで、道具として。だからそういうものを自分で町行って買ってこようとかそういう人はいなくなったかしれない。よくやってきたな。この竹っていうのは性格が悪いんで。どういうことですか？竹を割ったようについて声が悪いでしょ。割るとこれ割っただけならもうこれでいいわけで。はい。自分で何とかしようと思ってそういうのを買ってやってみたけどどうもダメで。よくここまで手入れましたね。考えたでしょ。恥ずかしいわ。これも避けそうな気がするけど、なんとか打ってみましょう。これでへこんだ。これこそ大雑把すぎるんですけどいいですか？とんでもございません。もうこうしていただいて最高です。はい。これでよろしければどうぞ。はい、おいくらですか？いらない。いやそんなこと言わないでくださいよ。このお時間本当に貴重なお時間を。いや気持ち本当に。じゃあ100円。いやそんなこと言わないでください。いつも見かけてたんですよね、何かと。でも初めてこういうことができたもんですが、事件が起きたんで。これは竹の菜箸。あ、そうですか。貴重なのいいんですか。入って申し訳ございません。助かります。すいません。いいえ、とんでもございます。本当に助かりました。こういうことたまにあるんですか？ちょいちょい来てそういう人が。これ木工に近いものだけどね、ほとんどがね。それちょっと手直ししてやったりなんか。親父の仕事をここで手伝ってて、とても食べちゃいけねえよねって話になって、勤めに行こうかっつうんで、行った先が東京の市街の大日本印刷っていう本社の工場へ勤めることになってね。何歳頃戻ってきたんですか？26、7だな。ここで親父が座って仕事してて、親父がこの仕事をやっていながら体がちょっと不自由になっちゃって、でそれを俺が引き継ぐわっつってね、それで東京から戻ってきてここに座ってとりっきりずーっとしてる。半端な網、これでもいいか。真鍮の場合はこう入れてね、手でこうなんだけど、ステンの場合はそういかない。硬いからね、結局型取りしてそれでやんないとパンとはまらなくなっちゃうんだよね。はい、出来上がりました。金儲けしようと思ったら続かなかったね。俺が一日にいくらの日当のはずだ、それをもらってなくちゃやってられない、そういう切羽詰まった気持ちになったらおしまいでしょ。いい品物を作って
皆様に喜ばれたいっていうのがみんなあると思うんだけど、そういうことだけじゃないかな。もし生まれ変わったらもう一度職人さんやりますかね？やりますね。俺は事務的な数字を追っかけるような仕事はできねえと思って。